皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。やってまいりました。Xiaomi スマートバンド8のファーストインプレッションということでレビューをお届けしていきたいと思います。ちなみにこちらはまだ日本国内では発売されていないモデルとなっておりまして、中国版となっております。使える言語は中国語と英語のみとなっておりまして、今現在私は英語で使っています。ですので、これからお見せします様々なユーザーインターフェース含めまして、すべてね、英語表記になっていますので、そのあたりはね、ちょっとご了承いただければと思います。というわけで早速しばらく使った上での良かった点と、そして気になる点という形で分けてお伝えしていきたいと思います。ではまず最初良かった点になりますけど、このディスプレイのリフレッシュレートが 60Hz に対応しています。見ていただきますと、このようなヌルヌルの動きになっていますね。いかがでしょうか。今までのタイプと比べますとだいぶヌルヌル感が出ているんじゃないかなと思います。このリフレッシュレートが高くなりますと目に優しくなりますので、長いことねずっと見てるってことはないにしても非常に滑らかな動きっていうのは目に優しいなと思います。そして心地いいですね。指に対する追従性も非常に高くなっています。非常に追従性がいいなと思います。ちなみにディスプレイの画面領域になりますけども、こんな感じになっています。ベゼルに対しまして若干ね内側にAMOLEDディスプレイが来ています。サイドから見ていただきますと、上部に対しましてこの下部の方が若干ですけどもね、こう幅がありますね。もしかしたらこの辺りに自動調光機能の環境光センサーなどがついているかもしれませんね。そして上から見たところになります。また下から見たところになりますね。ディスプレイの発色は非常にいいですね。次の良かった点になりますが、それはバンドのクイックリリースがやっぱり簡単だなという点になります。従来のものに対しましてバンドを外す時の取り外しの方法が全く構造が異なっています。これまでのモデルはこのような形状のものがついていました。こういった枠がついていまして、このバンドそのものを外してこの部分だけをこちらにはめ込むっていう、そうしたね仕組みになっていましたが、今回の8からはですね、このクイックリリースという仕組みになりまして、こちらのボタンがありますが、これを押しますとこういう風に外すことができます。ですので全くね、従来からのこういったバンド、互換性がなくなってしまいましたので、これまでのね、こうたくさん持っていた資産っていうのが全くね、使うことができなくなってしまったわけです。ちなみに反対側も外してみたいと思います。このボタンですね。こちらをね、押しながら引くっていう形になります。というわけで、今外した状態になりましたが、いかがでしょうか。このね、ブラックのガンメタボディ、結構かっこいいんですけどもね、いかがですかね。従来のものは、このサイドの部分って、結局このバンドのゴム枠で隠れてしまうのもあって、プラスチックみたいな感じだったんですが、今回はこのガンメタのちょっと金属チックなね、加工になっています。めちゃめちゃかっこよくなっています。そしてバンドを外したこちらの部分、こんな感じになっています。完全にね、独特の仕組みになっていますので、これまでのバンドは全く使うことができません。取り付けの方法になりますけども、もう簡単にこのようにはめるだけです。反対側も同じですね。押し込むだけですね。どうですかね。今までのモデルよりだいぶ高級感が出たんじゃないかなという感じはします。特にこのブラックのボディしか今見たことありませんが、非常に高級感があります。そして先ほどもちょっと触れましたけども、次に良かった点はやっぱりね、スマートバンド8からついに搭載されました自動調光機能になります。今このねディスプレイは特に調整した明るさではないんですけども、照明を今から落としてみますね。はい、1個落としてみました。そしてもう一つ落としてみたいと思います。どうでしょうか。ちょっとずつ暗くなってるでしょうかね。私の肉眼では暗くなっていくのがわかります。カメラ越しだとちょっとわかりづらいかもしれません。手をかぶしてみたいと思います。どうでしょうか。暗くなっていくの今わかるんじゃないでしょうか。かなり暗くなったと思います。肉眼では相当暗くなっていることがわかります。今ね、暗くなっている状態になりますけど、どうでしょうか。暗い状態から、はい、明るくなったのがわかるんではないでしょうか。こんな感じでね、自動調光機能が働いてくれますので、暗い部屋から明るい部屋、また屋外に出た時にも太陽光の下でちょうどいいように明るさ調整してくれる機能が搭載されています。今回の Xiaomi スマートバンド8の目玉機能の一つとなっています。そして次に良かった点は、それは文字盤の種類になります。最初から入っています文字盤になりますが、今ねお見せしているものもそうなんですけども、画面をこのように長押しをしますとぐるっと震えまして、このような感じで結構な種類入っていますね。
例えばこちらね、よく見たことがある文字盤だと思いますが、こんな感じになっています。ちなみに AOD にした時はこんな感じになります。こちらがね、AOD になりますけども、本当にね、針だけになってますね。ただいま4時45分ぐらいでしょうか。ではこちらの方はどうでしょうか。こんなようにね、やっぱり時計の部分だけ抜き出された感じですね。ちなみに AOD になったとしても自動調光機能はしっかり働いています。こちらもやってみたいと思います。先ほどのものとは違ってかなりシンプルなものになっています。デジタル表示のみになっています。そして最初にお見せしましたこちらの文字盤はこの時計の部分だけ抜き出されてますね。文字盤に関してはですね、こちらの方を見ていただきますとこんな感じでたくさんのサンプルがあります。これはですね、本当にたくさんあって見切れないぐらいありますので、今後日本語版が発売されましたらいろいろ試してみるのもいいかもしれません。本当に見切れないほどたくさんあります。そして次に良かった点になりますが、それはやっぱりね、通知が非常に良好だったなと思います。その中で LINE の通知を試してみたんですけど、しっかりメッセージも音声通話の着信通知も問題なく来ることが分かりました。今から実際テストの方してみたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみに検証は腕につけていないとその通知がですね、しっかり来ませんので、このように装着しました。ではこれからメッセージを送ってみたいと思います。送りました。来ましたね。いつもご視聴ありがとうございますというメッセージが到着しました。毎度毎度テストしていますけど、巣の右側になりますが、四角い何か文字になっていますが、これはですね、ニコニコマークの絵文字を送っているんですが、残念ながら表示はされませんでした。そしてね、注目するポイントとしては、LINE のこの公式アイコンがね、こちらの方に表示されているのもいいポイントだなと思います。では続きまして、LINE の音声通話の着信がどんな感じになるのかもご覧ください。発信しました。今ね、来ました。音声通話の着信が来ています。今着信中なんですけど、ずーっとバイブが震え続けてくれています。これはいいですよね。ものによっては2回ぐらいでバイブ振動止まってしまうものがあるんですけど、これはちゃんと着信中はバイブを振動して続けてくれています。では、普通の携帯回線の音声通話の着信がどんな感じになるかもやってみたいと思います。今発信しています。はい。電話がスマホにかかってきました。これもやっぱり着信中はずっとバイブ振動をしてくれてますね。はい。こんな感じで電話の着信が来ます。はい。切りました。ということで、やっぱりね、不在着信通知も来てくれました。これもすごくいいですね。というわけで、今、LINE の音声通話の着信テストやメッセージの着信テスト、携帯回線の音声通話の着信テスト、いろいろやってみましたけど、いかがだったでしょうか。どちらもね、ちゃんと日本語に対応しているので、このあたりもね、すごくいいですよね。というわけでね、あくまでも中国版にはなりますが、このあたりはしっかり動作していることがわかります。次の良かった点になりますが、それはバッテリーの持ちがめちゃめちゃいいかもしれないという点になります。今分かっている範囲になりますけど、こちらに今表を出してありますが、AOD を使った時のバッテリー持ちの表になります。賞味2日しかね、まだカウントできていませんけども、まず 100% からスタートした24時間後の18時ですね、1日目、残量が 85% になっていまして、前日差は 15% になっています。そして丸2日だった18時、残量は 70% になっています。やはり前日差は 15% になっていました。ということで、2日続けて 15% 減ということになりましたので、これをですね、単純に 100% で割りますと、だいたい 6.5 日ぐらいかなという感じになります。Xiaomi スマートバンド8のスペック値では AOD を使った場合は6日間持ちますよっていう風になっていたんですね。ほぼスペック値通りかなという感じですね。ちなみに検証している条件になりますが、屋外ウォーキングを2日続けてね、1時間ほど行っています。またヘルスケア関連は心拍数、SpO2、ストレス測定、睡眠モニタリングすべてオンになっています。1時間ごとに立ち上がってくださいという、そうした機能はオフになっています。またスリープモードに関しましては、夕方の18時から朝の6時までスリープモードが動作しています。そんな感じで1日あたり 15% 減ということで、約 6.5 日ほど持つんじゃないかという風に推測ができました。これぐらい持てば本当に十分かなと思います。ということで、思いのほか AOD は電池の消耗っていうのはそんなに激しくないなというのは個人的なファーストインプレッションになっています。そして最後の良かった点になりますが、これもね、毎度毎度いろんなスマートウォッチやスマートバンドで検証している点になりますが、歩数計の精度になります。1キロ歩いた時に Xiaomi スマートバンド8が何歩カウントするのかを検証しました。こちらの表では人力計測という黄色の部分がありますが、1歩2歩3歩4歩とつぶやきながら
カウントしたもので、ほぼミスがないと思っていただければと思います。その上での歩数の差になりますが、この写真に出ていますけども、1回目1370歩でした。そして私がカウントした歩数は1367歩でした。というわけで差は3歩ということになります。誤差は 0.2% となっています。そして2回目のテストになりますけれども、Xiaomi スマートバンド8では1392歩とカウントされています。私の人力計測は1400歩となっていまして、歩数はマイナス8歩となっていました。誤差レベルは 0.6% となっています。というわけでどちらも非常に優秀な数値じゃないかなと思います。1キロあたりの誤差が 0.2% から 0.6% っていうことは、もし5キロ歩いた場合でも 1% から3% の範囲ということになりますので、こうした誤差レベルであれば何にも不自由しないんじゃないかなと思います。というわけで良かった点についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。この後はですね、少し気になったなという点もありましたので、いくつかご紹介したいと思います。まずその一つ目になりますが、これはですね、Xiaomi スマートバンド8のこれまでのシリーズも同様なんですけども、タイマーを使っている時に他の操作を受け付けてくれないということになります。ホーム画面から右にスワイプした場合、このタイマーをすぐにね、起動できるようにしてあるんですけども、例えば3分に今しましたが、この状態になりますと、他の操作をもう受け付けてくれないんですね。例えばホームに戻りたいって言っても、画面を消す、そしてつけるっていうと、もうタイマーにしか戻らなくなってしまいます。またスワイプして戻るっていうこともできませんので、もうね、このタイマーが終了するか、もしくは自分で止める以外は、ホームに戻ることができません。バックグラウンドで起動してくれるという、そうしたモードがね、今後、やっぱりついてきてくれると嬉しいなと思います。そしてね、次の気になった点になりますけど、もうすでにね、お見せしているので気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、こういったね、文字が結構小さいんですね。特に英語なのかもしれませんけども、文字がちっちゃくてパッと見にくいなっていうのも正直あります。そしてこのね、上の部分に時刻表示っていうのがあるんですけども、これもね、めちゃめちゃ小さいんですよね。ワークアウト中もそうなんですけどもね、結構小さいので、この辺は難儀してしまうなという気はします。ワークアウト中ね、この上の部分に時刻表示ありますけど、これもね、ちょっとちっちゃいっていうのが気になるなと思います。そしてですね、これはやっぱりですね、中国語と英語しか使うことができませんので、このあたりは注意した方がいいなと思います。英語は堪能な方であれば、この英語モードであればね、何にも不自由しないと思いますけど、日本語が母語の方は、なかなか使うのがね、難儀してしまうかなという気もします。先ほどお見せしましたiPhone 版の Mi Fitness になりますが、英語か中国語にしておかないと、この Xiaomi スマートバンド8の項目が日本語にした途端に消えてしまいますので、このあたりはご注意いただければと思います。そして最後ね、気になった点というより気づいた点になります。今お見せしています右側のこちらのモデルは Xiaomi の Redmi Watch 3になります。こちらが Xiaomi スマートバンド8になります。なんでお見せするかと言いますと、インターフェースがこのようにそっくりになっています。こんな感じでインターフェースが作られています。画面のサイズに合わせてこのね、タイル状のものが貼り付けることができます。ということでこのモデルを作った会社が同じなんじゃないかなというふうに思いますね。これまでの Xiaomi スマートバンドシリーズのインターフェースとちょっと異なっていますので、この辺は同等の使い勝手ではなくなってしまったっていうのもちょっとね、気になったので一つご紹介しました。そして先日ですね、スペック解説動画を出した時に質問をいくつかいただいたんですが、その中の一つとして、このセッティングの中にこのプレファランスっていうのがあるんですね。この中にロックスクリーンっていうのがあるんですが、これをオンにしますとどうなるかっていうことなんですけども、画面を起動した時にこのようにロック機能がつきまして、ロックを解除しない限り画面操作を受け付けないという、そうした機能になります。この機能ついてますかっていうことだったんですね。ちゃんとついていましたので、安心して使っていただければなと思います。はい。というわけで今回 Xiaomi スマートバンド8のファーストインプレッションについてお伝えしましたけども、いかがだったでしょうか。中国版ということで特殊なインターフェースになっているっていうのもありますので、今後ね、発売される可能性のある日本語モデルとだいぶ違うところがあるかもしれませんので、その辺はね、ちょっと踏まえておく必要があります。とはいえ、こういった外観も含めましてね、今回のモデル非常に高級感がめちゃめちゃありますので、これまでのイメージからするとだいぶ違うんじゃないかなというふうに印象を受けると思います。今後ね、日本語のモデルが発売されるのが非常に楽しみになりますね。というわけで今回のファーストインプレッションは以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。